こんにちは。ソングピクチャーの解説 AI です。今回は、YouTube のタイトルや説明欄を多言語に翻訳する方法を解説します。YouTube では、タイトルや説明欄を翻訳して、海外の方に向けて、コンテンツを発信することができるんです。外国語で、海外に向けて発信することには、数多くのメリットがあるんですが、そのやり方は少し複雑で、また翻訳することには、いろいろな注意点やデメリットもあります。事前に翻訳のことをよく知っておかないと、トラブルになる可能性もありますので、この動画で、YouTube のタイトルや説明欄を翻訳する方法、そのメリットとデメリット、そして、海外向けに発信をする際の注意点などについて解説していますので、ぜひご参考にしてください。それでは、YouTube のタイトルを翻訳する方法、動画公開後に変更する方法、YouTube のタイトルや説明欄を翻訳する効果とメリット、YouTube のタイトルや説明欄を翻訳するデメリット、この4つを解説していきます。まずは、YouTube のタイトルを翻訳する方法はこの通りです。YouTube、スタジオの字幕を開きます。そして言語を追加し、翻訳したタイトルを入力します。それぞれを詳しく解説するので、ご参考にしてください。最初に YouTube のトップページを開きましょう。右上の自分のアイコンをクリックして、YouTube、スタジオを選択します。次に左側のメニュー一覧にある字幕をクリックします。動画の一覧が表示されるため、タイトルを翻訳したい動画をクリックしましょう。次に、動画の字幕の設定画面が表示されます。言語を追加ボタンをクリックすると、言語の一覧が出てきます。翻訳したい言語を選択して確認をクリック。続いて、タイトルと説明の下にある追加を選びましょう。ここで、元の言語と翻訳という2つのテキストエリアが表示されます。元の言語から翻訳した文字を右側の翻訳欄に入力しましょう。そうすると、翻訳されたものが表示されるようになります。問題がなければ画面右下にある公開をクリックしましょう。もし翻訳内容が正しくないと感じたら、外部の翻訳ツールを使うのがおすすめです。そして、動画公開後に変更する方法です。動画公開後は、YouTube、スタジオの左側のメニューから字幕を選択する。画面中央上部にある公開済みをクリックする。翻訳を追加したい動画を選ぶ。言語を設定して、確認をクリックする。言語を追加して、翻訳先の言語を選択する。追加をクリックして、元の言語の方で、翻訳したタイトルと説明を入力する。画面右下の公開をクリックする。動画公開後でも、手順はほとんど変わりません。また、翻訳の追加はいつでも可能です。次は、YouTube のタイトルや、説明欄を翻訳する効果とメリットについてです。海外ユーザーに対して発信できるチャンネル登録者や再生回数が増えやすくなる。動画に対する理解度が高まり、視聴されやすくなる。音声が出せない状況でも視聴されやすくなる。新しいターゲットを見つけられる。メリットの多さからもわかる通り、YouTube のタイトルや説明欄を翻訳することには大きな意味があります。特に字幕については、チャンネル運営を支える大きな要素です。それぞれ詳しく解説しますので、ご参考にしてください。では一つ目、海外ユーザーに対して発信できることですね。タイトルや説明欄を翻訳すれば、海外ユーザーに対してコンテンツを発信できるようになります。YouTube を運営していると、海外ユーザーにも動画を見てほしいと思う場面が出てくるでしょう。もしくは、日本語のレッスンがテーマのチャンネルなど、最初から海外ユーザーをターゲットにしているケースもあるはず。この場合は、タイトルや説明欄の他に、字幕を翻訳することで、海外ユーザーに動画を見つけてもらいやすくなります。次は、チャンネル登録者や再生回数が増えやすくなることです。YouTube のタイトルや説明欄を翻訳すれば、動画の内容が適切であるなら、チャンネル登録者や再生回数が増えやすくなります。日本人だけではなく、
海外ユーザーも視聴者の対象になるからです。視聴者が増えれば、チャンネル登録者や再生回数が増え、エンゲージメントを高めやすくなります。そうすると、YouTube のアルゴリズムが動画を有料なものだと判断し上位表示され、さらに視聴者が増えるというサイクルが生まれます。ただし、すべての動画のタイトルや説明欄を翻訳することでパフォーマンスが高まるというわけではありません。翻訳することで日本人ユーザーが動画の意味を理解できなくなったり、そもそもコンテンツが海外ユーザーから見て魅力的でなかったりすることもあるでしょう。タイトルや説明欄を翻訳することがメリットになるかどうか事前によく考える必要がありそうです。ちなみにアルゴリズムはタイトルや字幕が翻訳されているだけでも多言語化しているので、上位に表示させるべき動画であると判断する傾向があります。次は、動画に対する理解度が高まり、視聴されやすくなることです。タイトルや説明欄が翻訳されていれば、海外ユーザーの動画に対する理解度が高くなります。どういったテーマで、どういった動画なのかがわかれば、視聴は継続されやすくなるでしょう。つまり、YouTube、SEO において、重要な離脱率を下げることが可能です。さらに、字幕を用いて、注釈を入れるような形で、動画の内容に補足する使い方もあります。次は、音声がない動画でも、視聴されやすくなることです。これはどういったことかっていうと、例えば、解説なしのゲーム攻略動画では、字幕などを必要としないため、ある程度動画の内容を理解できます。これは日本の方とか、海外の方とかは、ほぼ関係なくなりますよね。タイトルと説明欄がわかれば、音声を重要としない動画でも、海外の方に見てもらいやすくなります。それに、音声が出せない状況でも、視聴されやすくなるということになります。最後は、翻訳によって新たなターゲットを見つけることが可能になること。これは、特に企業が YouTube チャンネルを運用している場合に重要なポイントになります。例えば、外国人向けの製品やサービスの情報を翻訳してアピールすれば、国外に対してターゲティングできます。そうすることで、より多くの顧客を獲得でき、売り上げにつながる可能性があります。もちろん、企業だけでなく、個人の YouTuber にも、ある程度関係しています。日本人だけでなく、海外からも評価されるコンテンツを提供すれば、より多くの視聴者を獲得することが可能です。それでは次に、タイトルや説明欄を翻訳するデメリットについてです。これは、Google 翻訳などの精度が完璧ではない点には注意が必要になります。正確性には限界があり、間違えた翻訳を出力することがあります。そうすると、海外ユーザーに対して正しく意図を伝えられないかもしれません。翻訳が間違っていた場合は、手作業での修正になるなど、作業面での負担もあります。翻訳がうまくできないなら、外部ツールでの翻訳を試してみるのもいいかもしれません。それから、説明欄が厳かになるかもしれないということです。翻訳作業が負担になり、説明欄の翻訳が厳かになる可能性も出てきます。もともと持っている語学力や翻訳方法、動画の内容によっては相当な作業量になります。コンテンツを作ること自体が大変な作業なので、その上で翻訳までやるのは簡単ではありません。そうするとやはり、コンテンツ作りに影響が出るのは避けられないでしょう。かといって、プロの翻訳者に依頼するにしても、費用がかかり、コンテンツ作りにかけられる予算が制限されます。そういったこともあり、翻訳するかどうか、もう一度考える必要があるかもしれません。さらに言うと、動画内に字幕翻訳を入れようとすると、かなりの労力が必要になってくるのがわかりますよね。では次に、ユーモアや面白さが失われる可能性があることです。翻訳者の語学に可能でない場合、ユーモアや面白さが失われるかもしれません。語学力によっては、英語で伝えるのが精一杯で、冗談や面白い言い回しをしたりする余裕が失われる可能性があるからです。そもそも、英語を高いレベルで話せる場合は別ですが、
そうでなければ、翻訳することによってユーモアや面白さは損なわれてしまうんです。そして、差別的な表現になる場合があること、翻訳の精度が不十分な場合、誤訳されて差別的な表現になることがあります。そうすると、海外ユーザーから批判されたり、ブランドイメージが崩れたりすることになります。例えば、金属の一種であるニッケルは黒人を差別する、ある言葉との聞き間違いが起こりやすい単語です。翻訳の技術が不十分だと、こういった発音もしくは綴りが似ている単語で誤訳が起こる可能性があります。内容次第では、チャンネルがポリシーに反すると判断され、アカウントを停止させられる可能性すらあります。最後に、言語設定のミスが起こりやすい点もデメリットです。例えば、特定の国に向けて発信したいのに、その国の公用語以外を指定してしまうケースです。一例として、ブラジルに向けたコンテンツを作成したとします。ブラジルの公用語は、英語でもブラジル語でもありません。主に使われているのは、ブラジル・ポルトガル語です。にもかかわらず、英語やポルトガル語などを割り当ててしまうと、ブラジル人ユーザーには、わかりにくいコンテンツになってしまいます。翻訳する際は、発信したい国の公用語が何であるか、きちんと調べてから言語設定しましょう。それでは今日のまとめをします。今回は、YouTube のタイトルや、説明欄の翻訳に関して解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。動画のタイトルを翻訳するには、YouTube、スタジオから設定を変更する。タイトルだけではなく、動画の説明欄も外国語を表示されるように設定しておく。タイトルや説明欄を翻訳することには、登録者増加や上位表示の可能性など、いろいろなメリットがある。翻訳することで、誤訳が起こったり、翻訳作業に手間がかかったりする。デメリットには注意が必要。海外視聴者がわかりやすい動画を作ったり、投稿時間を現地に合わせたりする施策も大事。YouTube で海外向けに発信するなら、誤訳や不適切な表現には十分気をつけることというお話でした。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。それでは今後も YouTube 運営、頑張っていきましょう。ではまた、次の動画でお会いしましょう。おしまい。